はい、哲也です。今日はね、トランプ効果、オハイオ予備選大勝利というテーマでお話してみたいと思います。このチャンネルで追っていることの一つにトランプさんの動向がありますよね。なので少しでもトランプさんに新たな動きがあれば逐一取り上げてご紹介しているんですね。僕はおそらく皆さんと同じくトランプさんが大統領退任後から始めたインクレディブルジャーニー、希望の旅の旅友なんですよというわけでね、昨夜トランプさん絡みのビッグニュースが飛び込んできたので、今日は皆さんにそのことについてご紹介したいと思います。僕はこの情報を主にこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししたいと思います。で、トランプさん絡みのビッグニュースって何かってことなんですけれども、実はオハイオ州コロンバスで8月3日に連邦下院の補欠選挙の候補を選ぶ共和党の予備選が行われたんですね。そして多くの候補者が名乗り出る中、トランプさんが支持表明した候補マイク・キャリー氏が見事勝利したんですよ。ということでね、この地区、正確に言うとね、オハイオ州コロンバスの連邦下院第15選挙区というんですけどね、この選挙区の共和党公認候補としてトランプさん推しの候補が立候補できることになったというわけなんですね、正式に。時点との差がどれくらいあったのかということなんですけどね、ちょっと気になりませんか。実はね、開票率 96.5% の時点で1位のキャリー候補は 37% を獲得し、2位の候補の 13.3% を大きく引き離したということなんですね。これはまさにダブルスコアどころかトリプルスコアに近い大差と言えるでしょうね。すごいですね。まさにトランプ効果健在といった感じですよね。キャリー氏ってね、ロビーストの経歴の持ち主かなんからしいんですけれども、それほど有名な方ではなさそうなんですね。しかしトランプさんから絶大な支持を得て、またそのことをね、ご自身のホームページで大々的に宣伝したことが大きく功を奏したようですよ。またトランプさんも全国から次々に振り込まれてくる、史上空前とも言われるほどのね、莫大な寄付金、いわゆる選挙資金ですけど、その一部をね、キャリー氏当選のために惜しげもなく投入したと言われているんですね。もちろんキャリー氏自身トランプ流のマガやね、アメリカファーストを強力に支持するとともに、財政支出の在り方や人口中絶の問題への対応、あるいは移民政策、再生可能エネルギー政策などなどに関して民主党とは異なる極めて保守的な考えを前面に打ち出していました。オハイオ州ってね、もともと保守的な土地柄なので、順当にいけばね、補欠選挙で共和党の候補が勝つ確率が高いと言われているんですね。キャリー氏は勝利後に次のような声明を出しました。第15選挙区の共和党員はトランプ氏が間違いなく我が党のリーダーであるというメッセージを全国に発信してくれたとね。ちょっとね、よいしょ気味のコメントではありますけれども、トランプさんはね、決して悪い気はしなかったでしょうね。事実トランプさんもそれに呼応するかのように、ご自身の政治団体であるセーブアメリカパック政治活動委員会のホームページに直ちに次のようなお祝いの声明を出しました。偉大なる共和党支持者がマイク・キャリー氏に勝利をもたらした。しかも大差をつけてだ。オハイオの皆さん、そしてアメリカのすべての素晴らしき愛国者たちよ、ありがとう。マイクとその家族にお祝いを申し上げる。彼はあなた方を決して失望させたりはしないとね。この声明を読むだけでね、トランプさんの喜びがひしひしと伝わってきますよね。ではなぜこんなに喜んでいるのかといえば、実はですね、今回の予備選の直前にトランプさんの影響力の劣化を想像させるような出来事があったからなんですよ。劣化を想像させるんですよ。実はね、先日、正確には7月27日かな、テキサス州で共和党候補2人が争う補欠決選投票が実施されたんですけれども、その時はね、トランプさんが支持表明をしていた候補、スーザン・ライトっていう人なんですけど、その人が敗退したんですよ。
トランプさんが推した候補が敗れたんです。スーザン・ライト氏は新型コロナに罹患して死亡した初の連邦議会議員と言われている共和党下院のロン・ライト議員の奥さんなんですね。そのスーザン・ライト氏はトランプさんの支持を受けて対立候補である同じく共和党のジェイク・エルジー氏とガチンコ対決をしたわけなんですけれども、米国ではね、日本のような弔い合戦みたいな感覚はあまりないんでしょうね。夫人のスーザン・ライト氏より長年テキサス州の、下院議員を務めてね、いわば経験と、地盤のあるジェイク・エルジー氏に軍配が上がったというわけなんですね。もちろんジェイク・エルジー氏の戦い方にも優れた点があったと思うんですよ。エルジー氏はね、選挙期間中夫を失った相手候補スーザン・ライト氏やトランプさんのことを一切批判しませんでした。またトランプさんと距離を置くような素振りも全く見せませんでした。そうしたね、真摯なというかね、丁寧な姿勢がね、共和党の有権者の心を打ったという面もあるんじゃないでしょうかね。その意味ではね、仮にエルジー氏がスーザン・ライト氏やトランプさんのことを大々的に批判していたら、エルジー氏の勝利はなかったのかもしれませんよね。いずれにしてもトランプさんが支持した候補が対立候補に敗れたという事実は、トランプさんの影響力の低下を連想させる事態だったので、トランプさんご自身はもちろんトランプ支持者の中でもある種の懸念材料になっていたことは否定できませんでした。しかし今回オハイオ州でトランプ推しのマイク・キャリー氏がぶっちぎりの勝利を収めたことで、トランプ効果がまだまだ健在であることが証明されたわけですよね。ところで今回トランプ推しの候補が勝利したことで焦り始めた人たちがいます。それは一体誰でしょう？リズ・チェイニー、リーサ・マカウスキー、それともアダム・キンジンガー？もちろん彼らもかなり戦々恐々の状態になっているでしょうけどね。それよりももっと大きな集団が焦り始めてるんです。それは民主党の議員や党員たちですよ。この記事によれば民主党側は来年の中間選挙で上下両院とも民主党が支配権を失う可能性が高いと見ているようです。つまり過半数以上取れないんじゃないかということなんですね。もちろんだからといって民主党側は決してね、座して死を待つような発想になっているわけではありません。むしろね、前回の新勝を踏まえて勝って兜の尾を締めよ的な発想で今後ね、全力を尽くしていこうと民主党全体に喝を入れてるわけですよ。油断するなよってことですよね。これから来年の中間選挙に向けてね、様々なおそらくはね、悲喜こもごものドラマが待ち受けていることでしょう。このチャンネルではそうした動きをキャッチしたらね、ご視聴いただいている皆さんにいち早く逐一お伝えしていきたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか？ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。